横綱豊昇龍、露払い豪ノ山、太刀持ち平戸海、行司は木村庄之助であります。琴勝峰の実の弟です。琴栄峰というね、名前を書いたボードを持っているお客様もいらっしゃいますが、で対する東方、今場所の新入幕藤良賀です。昨年3月この大阪で幕下60枚目格付け出しで初土俵を踏んで1年でこの幕内に上がってまいりました。昨日佐田の海に勝って嬉しい新入幕初白星、連勝なるでしょうか。琴栄峰、昨日は朝白龍に敗れて1勝1敗です。3日目最初の一番幕内、もろ手突き琴栄峰、前に出ていきます藤良賀、馬力持ち味藤良賀です。琴栄峰差したい、左四つになりました。組んでどうか藤良賀、下手で振っていく、入れ替わりました。押し倒し、藤良賀の勝ち。藤良賀、新入幕で初日黒星も2日目3日目連勝となりました。局さんいかがですか。いや本当に回し取られてね、危ない。でもこの曲げがない姿も本当に新鮮。やっぱ兄弟だからもう一発で持っていくんだろう。でもこの立ち合い良かったですよ。下から下から行きましたから。でそこでこう中に入られた時に回しを取られた時に引きつけられて、うわ危ないと思って、はい、ここをね一回左からすくい投げみたいな感じで行きましたからね。体が大きいからこれできた。変わってくるんですね。だからそれを一番下から見てこう楽しむっていうのが相撲の粋な楽しみ方なんですよ。そうですね。だから長いからね、ちょっとじゃなくてもう皆さん一発勝負ですから、みんな一人変わって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 っていう、そして最後横綱ですから、この下から見るのが楽しいんですよ。ましてはテレビで見るのいいです、現場もいいです。そうですね。さあ押し相撲得意朝紅龍の弟朝青龍、この地元大阪出身、対するはカザフスタン出身金峰山、お互い押し相撲得意。踏み込んだの朝青龍、跳ね返す金峰山、この長い手回しを引きました。朝青龍切れた、もう一度左の上手、叩き込みました金峰山の勝ち。なんとか中に入って食らいついていこうとしたんですが、朝青龍、金峰山が許しませんでした。朝青龍は170の土俵。立ち合いはこれはね、本当に朝青龍さんのいい立ち合いですし、これ左これ取ったんですよ。この1回取って2回取るんですけど、これ最後まで取り切ってたらまだ違った相撲だったんですけど、1回切られてしまう杉玉が結構カッピングがありますね。もうこの杉玉はね、私ももうやっちょうでやりましたけど、本当体が楽になるし、アスリートの方多いですよね。もう新陳代謝が激しくなりますから、でもやっぱりこう残るとね、少しもういろんな風に見られますから錦富士左四つ、朝白龍は右四つ得意、いわゆる得意な形、四つ身でいうと喧嘩四つです。過去の対戦1対1ですし、今場所どうなるか。
頭でいった。差し手争い、まだどちらもさせません。ちょっと引いた錦富士、土俵を丸く使う、そこを押し出しました。朝白龍の勝ち。礼儀、頭を下げて負けても勝っても頭を下げる、これは当たり前です。でもこのお付け方良かったですね。左からのお付け、ということで改めて礼をさせました。この辺りはねしっかり国技ですから、相手を敬う気持ち、こういった作法というのも大事になってきますね。そうです。球場力士が多いですからね、やっぱりこう2回3回とか4回5回とかそういう下でこう審判が時間調整して、時間ですって手を挙げてますから。千代翔馬さんはね相撲巧者で、これで時間です。行司がこの軍配を正面に向けました。これを軍配返すと言いますが、こうなるともう塩は巻きません。張っていきました千代翔馬です。左四つ上手投げ、千代翔馬の勝ち。昨日も張って左を差す立ち合いを見せた千代翔馬、昨日は翔猿に勝って、で今日は御嶽海に勝ちました。昨日も今日もやったっていうことはまだいけるんじゃないかなっていう可能性と、やっぱりこう思いっきり回しを取れればって思ったんじゃないですかね。ここで回し取ってますからね、右の回しを。上手早かったですね。こうして乗ろうって昨日結びで横綱大野里が敗れた時に、向正面に時計係で稀勢の里の二所ノ関親方が、師匠ですよね、大野里の師匠がいらっしゃったんですが、何とも言えない表情をされてましたね。だからもう部屋に帰ってね呼ばれて何言われるかっていうのはご想像にお任せします。翔猿は追手風部屋、人気力士遠藤がいる部屋ですね。遠藤親方引退して北陣親方になりましたが、正面から来ました翔猿、あてがって朝乃山、右が覗いた翔猿です。朝乃山も右覗いている。上手はまだ引けません。胸があって圧力をかけるもろ差しです。より最後倒す格好になりました。軍配は翔猿、軍配翔猿、朝乃山勇み足か何かありましたか。右の足出ましたね。先になんか今審判上がりましたね。物言いがつきました。最終的に朝乃山が体を預けてですね、申し立てがあるときはこのように物言いといって勝負審判が集まって協議をして場内にアナウンス、勝負結果を知らせるということになります。そうです。でやっぱり一門別のいろいろと親方のねいろんな動きがありますので、競技について説明いたします。行司軍配は翔猿が上がりましたが、朝乃山の勇み足があり、行司軍配通り翔猿の勝ちにさせます。勇み足がありました。つまり朝乃山が翔猿を土俵の外に出す、あるいは足の裏以外土俵につかせる前に自分の足が土俵の外に出てしまったという。翔猿さんがね、要はリプレイです。朝乃山さんが右の足をねパッと出したっていう、残り腰はなかったですよ翔猿さん。これ右四つで胸が合うとですね、朝乃山は上手引けてはいないとはいえかなり優位な体勢。もうここでもダメだって思ってやったら自分の足が残って、そこで自分の足が出ちゃう。右足ここで残って流れの中で右四つもあります。藤青雲は相手を捕まえて右四つに組み止めたいところ。過去の対戦は藤青雲の2対1、直近で言いますと昨年の1月十両で顔があって、その時は外掛けで藤青雲が勝っています。約1年ぶりの対戦となります。藤青雲が新入幕ですから幕内では初対戦となります。さあ朝紅龍はご当所大阪で初日から3連勝なるでしょうか。頭と頭下から起こしていく朝紅龍、中に入りました。もろ差し、藤青雲寄り切り。藤青雲は朝紅龍の当たり、喉輪にも引きませんでしたね。引かなかったし、
かましはね、朝紅龍さんのかまし、さらに頭下げましたからね、これいい相撲ですよ。両者本当に一発勝負、これはもう土俵の横にいる呼び出しさんが各力士にタオルを渡すと、もう時間最後の塩ということになります。水つけてタオルもらって、そこでこう本当にビシッていくっていう清掃みたいなもんですから、本当にありがたいです。ぐっとね、各力士表情も引き締まります。さあ軍配帰りました。頭と頭、ローが回しきれた。押し込んでいく欧勝美です。右覗かせましたローが。自分の得意な形、胸があって前に出ていく。上手を引いているか、上手引けているか。欧勝美を上手引きました。ただ欧勝美は左四つ得意。これローが右四つ得意の形。上手投げこらえる。上手投げと下手投げ、胸が合う。両者の表情、顔が好調します。土俵中央、今度はローが上手投げに行く。ただローガの上手、一枚上手、おっと足をかけて倒していきました。ローガの勝ち。最後は内掛けからさらに投げを加えるような格好になりましたね。この体で内掛け投げ、結構ねいいセンス持ってますね。これ足が揃ってるんですよ。ここで勝ってひねりながら投げいきますんで。でもこれ危なかった。右足、この膝ちょっと入ってしまうと怖いですね。怖いです。決まり手はそうですね。もう本当にこれが力になりますからね。声援一つでも力になりますんで。獅司は当然同じウクライナ出身の大関、今場所綱取りがかかっている青錦の存在もね、刺激になっているでしょうからね。なりますなります。軍配帰りました。押し相撲の豪ノ山、一気に持っていくことができるか。対する獅司、豪ノ山に対して押していくのか、あるいは組んでの相撲になるんでしょうか。一気に持っていく豪ノ山、電車道、強い相撲を見せました。素晴らしい会心の相撲です、豪ノ山。豪ノ山さんの相撲は良かった。何もさせませんでした。いやもうこの当たりの弱さがその相撲の弱さです。で腰下ろしてないし、頭かましてんだけど頭怖いから、その当たり足が止まってますね、そのままで押されて、もう胸出して下がるしかない。喉からもう癖まで全部知ってますよ。それを読み切る、それをあれするっていうのはもう馬鹿試合の世界っていうか、馬鹿試合でも無理ですからね。あとはもう自分のね、もう気持ち、気力、そこの世界になりますので、タイプ全然違うという両力士。さあ31回目の対戦、過去の対戦玉鷲の18対12。今場所今日はどうなるでしょうか。ベテラン同士の一番ということになります。もろ手突き玉鷲、右の喉は下からあてがって正代です。正代が前に出る、押し出しました。正代の勝ち。今場所は正代でした。いや正代さんの立ち合い、一歩早かったですね。この立ち合いの一歩が玉鷲の一歩をね抑えましたね。立ち合いですね。ちょっとリプレイです。玉鷲、この右の喉は得意なんですが下がりませんでした。正代、この立ち合いの一発がね、もう一発で二発っていう、地元はね気合入りすぎて力が空回りするんですよ。なるほど。そういうこともありますから、よくこう谷町とかね、強いが多いからってそういうんで力出ないっていうありますけど、やっぱり気合が入りすぎて空回りして、なんかって焦ってるのかなって、そういうのもありますね。なるほど。ただ熱心なお客様が今ね、応援ボードありましたけども、この締め込み、回し締め込みって言いますけども、このピンクでこの春場所大阪で桜の U と RA で裏でうまいことをね書いていただいているお客様、
その前には杉山さんがいらっしゃいますけどもね。まずピンクの化粧ね、回しをつけるってだけでもこういい根性。軍配返っています。対するは時疾風、左四つ得意。踏み込んだのは時疾風です。右をつけます宇良、頭をつける。左が入っています。左四つ。深い下手取りました宇良。一旦離れた、腕を手繰る宇良。お互い技があります。突き落とし、宇良の勝ち。最後もつれる中で少し巻き落とすような格好にもなったでしょうか。決まり手もこの後ちょっと注目したいと思いますが、いや立ち合い見てましたね。戦略っていうか、決まり手突き落としを取りました。宇良3連勝です。はい、立ち合いリプレイです。下から入って右をつけて、そしてこう左を入れて、これただ左は時疾風得意な形なんですよね。でちょっと立ち合いずらすような感じで立ち合い見てましたね。だから中に入られたらやっぱり、でも苦労しちゃダメですよ。おお、なるほど。本当にそういろいろあるわけです正ね。比止まりで8で、7はねラッキーセブンっていうものがありますから。でも7だと負け越しですからね。だから、はい、要はそこに本当に序の口と12だったら7番0ですけど、そうやって今度自分の数字を稼ぐ、弦を担ぐっていうのは大事です。はい、で対するは琴勝峰、こちらもいい押し相撲と右四つの相撲を取っています。今場所連勝発進としています。でちなみに先ほどお話途中になりました。軍配返りましたので後ほどお伝えしたいと思います。お互い基本は押し相撲です。かち上げていきました琴勝峰です。はたいた、はたきに落ちてしまいました一山本。今日3山本ならず、今場所初黒星。琴勝峰は3連勝としています。琴勝峰がかち上げ珍しいですね。左でかち上げていく、かましはいいですよ。頭でいきましたね一山本。でも足がばらついてますね。ということでこれちゃんと右左足をしっかり出していればいいんですけど、バタバタでした。もう琴勝峰、そして今場内アナウンスがありました。阿炎が腰椎腰の骨骨折ということで、本日から休場です。今日対戦予定でした欧勝馬が今土俵に上がって不戦勝勝ち名乗りを受けるということになります。心配ですね。そうですね。本当寺尾さんのね若い衆ですから、もう本当にこの方にはね寺尾さんはすごい期待してたし、もともと寺尾さんのニックネームが阿炎っていうね、ニックネームで、それをしこ名として弟子につけたっていうことですもんね。いや普通じゃ考えられないですよ。阿炎もあって全休、つまり15日間その一場所全部休んだ場所があって再出発をしているという状況。それが昨年の7月、ここまで負け越し勝ち越しを繰り返しての今場所という状況。東の4枚目です。本当に期待してますし、高取さんも、ね、期待してますし、王鵬のお父様ですね。そうです、だから本当にこの一番っていうのはもう自分のように相撲に思っていると思うんですよ。さあ軍配返っています。お互い押し相撲同士。頭でかましていった王鵬、左が覗きます。当てがった、引いた大栄翔です。再び押し合い、前に出ていくのは王鵬。かいなが伸びる、王鵬の勝ち。王鵬今場所の初白星。今日はいい押し相撲が出ました王鵬です。いや、いいかましでした。今日重たかったですね。なしっていうふうに右に、左に曲がってきますから、少し引いてしまった大栄翔、そこをしっかり押して前に出ていきました。勝負を決めた王鵬ですから、場所中は炭水化物をちゃんと取りなさい、で寝る前はあんまり取るのをやめなさいという指導を受けて、お米ご飯をしっかり意識して取るようにしていると。そうしたらこうやって連勝スタートになりましたから。そうですか。はい、おにぎりは白星ですからね。なるほど。もうおにぎり1つ2つ3つって験担ぎますね。もうこれは本当に大事です。さあ3連勝なるか。軍配返りました。過去の対戦平戸海の5対3。頭でいった、はたき込み、勝負一瞬でした。隆の勝の勝ち。隆の勝3連勝です。
勝3連勝しっかり効果出ていますね。いや立ち合い鋭くかましてさらにこので平戸海さんの足が出てませんからね、ここを本当に待ってましたって感じでこういなしてますから、この反応が早かったですね。若元春さんのこの体、この相撲、まあ、要は見切ってるというかそういうものもありますし、若元春さんのこの、ね、高安さんのこの体をいかにこうどう崩すかっていうこの攻防戦ですから、もう合い口もありますから。相性ですね、合い口と言いますけども、お互い分かってるわけですよね。特に苦手にしてる方は分かってるわけですよね。僕やっちゃうの分かってます。得意な相手に3連勝なるか、若元春苦手な相手に勝って今場所の初白星になるでしょうか。軍配変えたの久之助さんの軍配、はいはい、その軍配が返っています。左を差しに行きました。左四つ、高安は覗いている。向こう側若元春はどうか。胸があって前に出るのは高安。引いた若元春、落ちない高安。土俵際残りました。はたき込み、高安の勝ち。若元春も土俵際迫られて残したんですが、最後は前にバタリと落ちてしまいました。勝ったのは高安。高安初日から3連勝です。リプレイです。これ左差しましたよね、はい、で右から押っつけてこれ前へ出てってこう押していけるかなと思ったんですけど、ここで普通は押し切るんですけど、そこを左からいなしたっていう、普通呼び込んでしまって持っていかれるんですけど、はい、このタイミング良かったですね。本当にかけましたね。この右から押っつけて右からこういなすんですよ、はい、体を預けて浴びせ倒した勝ったという一番でした。さあ今場所どうか。ですから霧島にとっては物差しになって優位の形になったのに先場所勝てなかった、さあ今場所どうするかというところです。お互い1勝1敗、まだ序盤戦ではありますが嫌な相手に勝って白星を先行させたいという両力士の一番です。手をついて手を出していきました熱海富士です。右が覗いた霧島、下手を引いています。まだねじ込んだ熱海富士も今ねじ込みました。ただ上手は霧島、右四つ胸が合います。熱海富士上手探れない、出し投げで振る霧島、頭をつけます。土俵中央、霧島本来左四つの方が得意ですが右でも取れます。右四つ、向こう側熱海富士まだ上手が引けていないか。巻き替えに行く、すくい投げ、霧島の勝ち。巻き替えた瞬間のすくい投げ一戦、霧島が勝ちました。いやー最後自分の形になりましたね。やっぱり最後巻き返して自分の形になりましたね。これ本来右四つは熱海富士得意な形なんですよね。霧島取れなくはないんですが、だからそういう意味では熱海富士の方がね、俺の形だと思っているところをさらにこう頭つけたんですけど、この四つになった時になんか動きたいなと思ったはずなんですよ。ここで、巻き返してからのこの後です、はい、ここですよね。来たところを一気にすくい投げ、はい、いやーいいタイミングでした。霧島、昨日美ノ海に敗れたんですが、対するは自己最高位西の2枚目でここまで1勝1敗、昨日関脇の霧島に勝った美ノ海。過去の対戦、琴櫻の4対1、琴櫻4連勝中。美ノ海は対琴櫻戦初対戦だった平成31年3月幕下以来勝っていません。つまり関取になってからはこの琴櫻に勝ったことのない沖縄出身の美ノ海です。大関は3連勝か。
対する美ノ海、大関に勝って連勝なるか。手をついてそして争いどうだ。頭を下げて美ノ海前に出ていきます。肩越しの上手切れました琴櫻、張り手も交える。押して前に出るのは美ノ海、土俵際どうだ。大関も残す、なおも押していく美ノ海、頭低い体勢、すくい投げ、軍配琴櫻裏返した。物言いはつきません。わあ、この一番もですね、攻防のある熱い相撲になりました。いやー、美ノ海さんのね、この攻め、はい、この攻めは、いいよね。本当にやっぱりそれで勝てないっていうのが分かったから、もう押っつけても前に落ちていく、もう本当ぶつかり稽古と一緒ですから、回して取られないように下から押っつけながら前、これがいい相撲でしたね。低いままでした美ノ海。でこれすくわれて右入られてすくわれたからこれすくい投げで食ってますけど、いい重たさ、これがやっぱり勝因ですね。土俵際の動きを見ていますと琴櫻もだいぶ本当にこう怪我が良くなってきたのかな、コンディション戻ってきたのかなっていう感じしますね。いや本当にいい動きですよ、足も動いてますし、状態少しねこう高いですけど、これちゃんと下ろせば、土俵際まで追い込んだんですが最後いなされて敗れました。で若隆景は、よくスロースターターなんていうふうに言われるんですが、今場所は初日にね横綱から勝ってますし、序盤からコンディションはいいのかなという部分は伺えます。今場所は3日目に顔が合います。綱取り場所、序盤で連敗はしたくない青錦対する若隆景、もちろんですね関脇まで上がったことのある力士、優勝経験もあります。もう一度三役復帰あるいは大関まで狙っていこうという思いあるでしょうか。ありましたし、青錦のこの差し方の一つが勝敗決まるかもしれないですね。さあ軍配返りました。正面からいった左の押っつけ、若隆景左が覗きました。突っ張っていきます青錦です。張り手も交える、押し出しました青錦の勝ち。最後ちょっと若隆景引きましたかね、引かせました。いやー、回しを取ってどの方にするんじゃなくて前に出ましたね、ちゃんと。青錦連敗はしませんでした。勝ちました2勝1敗。お互い今日も低い立ち合いでしたね。低いし、ね、いいかまししてますし、そこからこの押っつけながらこう手を出し始めたのは青錦さんですからね。ここを防戦に入ってしまったっていうのがちょっともったいなかったですね、若隆景さんは。途中強烈な左の張り手もありました。だから入り方はね若隆景さんがいいんですよ。でもこの手の出し方が早かったのが青錦さんです。やっぱり攻めましたね。張り手、そこで若隆景が引いたところを押し出して勝負を、その時以来ということになります。その時は9勝6敗でした。でオープニングでもご紹介したんですが、この年6場所制になって以降ですね、連敗スタートした力士が優勝したことないというデータがあります。ただ横綱です。私は験担いだ時にはもう上から来てるものかなんか全部取り替えて全部真っ白にして、でもう動きの形も全部変えましたから、道路から何から全部変えて、それで白を掴んだ瞬間ずっとその道ばっかり来てるものばっかり行きましたので、あとは本人次第です。そうですね。初対戦です。変な話、藤岡自身の口でもありましたけど、挑戦者ですから失うものはありません。思い切っていくと思います。対する大野里、初対戦の藤岡相手にどんな相撲を見せることができるか。軍配返りました。結び前です。藤岡が突っかけます。気合が入っているのが伝わってまいります。今待ったしたらあれですよね、まだ改めて正面からいった、下から右の喉輪、左の押っつけ、藤野川横綱前に出る、
藤野川の勝ち。藤野川初の横綱戦で金星。大野里初日から3連敗。バタッと落ちてしまいました。藤野川なんと初の横綱戦で金星、大金星。大野里はなんと初日から3連敗。体が硬かった。立ち合いもう思い切って正面から踏み込みました藤野川で、右の喉は左の押っつけ、もう足がもうぐらついてますから、足がぐらついて上半身がもうのけぞってますから、もう体がガッチガチです。ここ足見たら分かります。フラフラフラしてますけど、まあ、それだけ精神的にちょっと自分もなんか苦しかったんですかね。もうグラグラです、足が。そうですね、あの時点ではちょっと腰が力入ってないな、足が力入ってないような、そんな怖がるような力士じゃないのに、やっぱり自分のそのプレッシャーっていうか、もう横綱のその重圧、重み、もうね、くそーと思いますけど、そうですね。自分もそうって思った人間ですからね。なるほど。で先場所の相撲、先ほどもご紹介しましたが、改めて振り返りますと、吉野富士がもろ差しから一気の攻め、ほとんど豊昇龍に何もさせないで寄り切って勝負を決めたという一番でした。やっぱりね、豊昇龍さんは本当にこう回し取ると強いし、でこう取ったらもういくらでも何でも受けますから、まず立ち合いです。豊昇龍は立ち合いのパターンとして、張り差しというパターンもあるんですが、先場所は吉野富士に対して張り差ししなかったんですね。ですから今日どういう立ち合いするか、張り差しするともう要は力がもう半減するんですよ。そんな余裕がなったら前に出ろ、前に動け、頭つけろ、そういうふうにしてこうやってやってるだけでも 0.00123 ですよ。さあ軍配返りました。3月場所3日目結びの一番です。先に拳を下ろした吉野富士、手をついて上手を求めに行きました豊昇龍、左が入った吉野富士、向こう側どうか、左四つ、首投げに行く、首投げ、そのまま落ちてしまった吉野富士、勝ったのは豊昇龍。一つ大きく息を吐きました豊昇龍です。ちょっと先場所と同じような状態になっておっとは思ったんですが、吉野富士さんがこう気負いすぎて緊張して足出なかったです。まだ豊昇龍さんの方が体が動いてるし、投げてやるって勝利ですね。これ豊昇龍が右の上手取りに行きましたね。少しずれてで取れなくてもう中に入られましたよね。抱え込んでますから、もうここで一気に走れば吉野富士さんなんですよ。でも足が出てないんですよ。だからそこだけ緊張して気負いすぎたっていうのがありこれます。先場所と全く同じ、向こう側の吉野富士入ってましたから、2本入って中入られて土俵際迫られて、先場所はこの首投げが決められず寄り切られて終わったんですよね。で今場所は首投げ決まりました、ただ局さん、首投げって逆転の技ですよね。もう捨て身です。ということですよね、完全に捨て身の、もうよっぽど実力ないと首投げ決まるわけないんですけど、それが決まったっていうことは、要は実力が強いか足が出てないかです。もう右足が全然出てないですから、動いてません。右足見てください。本当ですね。全然出てません。これ右足出てれば残っていい、もう一発持ってるんですよ。だからそれだけ慎重になったが、それだけ初日から3連敗という状況になっています。弓取式は上戸です。立浪部屋の上戸。弓取式が終わりました。それではこの後本日の解説、極道山さんの選ぶ今日の一番、たっぷりと、これがもう精神状態です。体は動いてますから。いや途中までは本当に先場所のリプレイのような
状況だったんですが、今場所は豊昇龍の首投げが決まりまして3連勝。明日藤の川戦、敗れた吉野富士は明日大野里戦です。ですから吉野富士の巡りとしては3日目豊昇龍、4日目大野里は先場所と全く同じ。ただ今場所は豊昇龍に敗れて明日大野里戦どうなるかというところで、大野里は